こんにちは、ミキです。今回は本チャンネル初の海外旅行動画、ベトナム・ダナンから注目スポット8選をご紹介します。国内外のコロナ情勢が落ち着いてきた6月頃に旅行の計画を立てまして、7月末に3泊5日でベトナム・ダナンへ行ってきました。キャンセルも検討したんですけれども、返金は一切ないということと、あとはベトナムでの感染リスクは日本よりはるかに低いこと、そして十分な対策をすることで渡航可能だと判断しまして、満を持して旅行行ってきました。これらの情報については、今後皆さんの海外旅行時にも参考になると思いますので、別途動画を作成しようと思ってますので、ぜひそちらの方も確認いただきたいです。まずはこちらの動画でベトナム・ダナンの魅力に触れてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずは日本からダナンへ向かう時の空の旅のルートをご紹介します。もともとは羽田からダナンへの直行便があったんですけども、残念ながら7月に限って直行便がなかったです。なので今回私は成田からホーチミン乗り継ぎましてダナンへ向かうといったルートを選んでいます。ただですね、8月には羽田からダナンへの直行便が再開しているということでございますので、この動画をご覧になられた方はもっと簡単に短時間でダナンに着くことができるかなと思っています。まずはじめにご紹介しますのは、こちらのハンリバーハンガーでございます。ダナンに訪れる際は、こちらのハンガーを覚えていただきたくて、なぜかというと、ダナンの中心を流れるこちらのハンリバーを起点に、東西に分かれていまして、ダナンの魅力が凝縮されています。川幅がめちゃくちゃ広くて、およそ600から800メートルほどの幅があるということでございまして、感覚的には多摩川の2倍以上もありそうなイメージでした。私自身が二子玉川よく行きますので、そのイメージで申し上げてるんですけども、本当にそんな感じですね。で、東西の中継の役割を担う橋として、全部で7つの橋が存在するんですけども、最も有名なのは2013年に完成したロン橋というところでございます。こちらは動画の最後にもご紹介しますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。ちなみにこちらのハンガーをつないでいます7つの橋をもとに命名された地元クラフトビールセブンブリッジというものも存在するということでございますので、ぜひそちらも注目してみてください。続いては PCR 検査で訪れました199病院をご紹介します。今回ダナンを訪れた7月末の段階では、ベトナムの入国時には一切の入国規制はなかったんですけれども、日本への帰国時に出国前72時間以内の PCR 陰性証明が必要でした。なので、在ダナン日本国総領事館のホームページを参照し、日本入国に必要な要件を満たしている病院を事前に調べ、検査を受けました。ご覧の通りの検査時間で、土日も受験可能でした。費用は日本円で850円。某日本の旅行会社が約2万円から4万5千円でのパッケージでご紹介していますので、賢明な判断をしていただいて、こちらの病院を検討いただきたいと思っています。続いてご紹介しますのは、ダナンの中心部から南東に 7km ほどのところにそびえていますマーブルマウンテン、別名五行山でございます。日本のガイドブックや日本語のサイトでは五行山と紹介されていることが多いんですけれども、現地のグラブドライバーさんに伝えても伝わらず、おそらくマーブルマウンテンとして認知されているのかなと思っています。こちらマップになっていまして、後で購入していただくチケットにもついてくるんですけども、結構アバウトな感じの図になっていますので、分かりにくいことも多いかと思います。なのでですね、ちょっと冒険っぽく楽しんでいただくのも旅の醍醐味なのかなと考えています。まさに今、こちらに映していますのがチケット売り場でございまして、入場料4万ベトナムドン、そしてエレベーター利用料で1万5000ベトナムドンになっています。こちら日本円にしますとおよそ合わせて300円程度なのでめちゃくちゃ安くなっていますね。このマーブルマウンテンは山全体が大理石でできていまして、五行山という名前の通り5つの山からなる連山ということでございます。噴水でも有名な陰陽五行説から引用した
金、木、水、火、土を名前につけているということでございまして、今映していますこちらの山はその中でも最も大きくて中心的なトゥイソン、つまり水のイメージをしている山になっているということでございます。こちらのみが一般公開されていますので、他の山は訪れることはできないんですけども、これらの背景を踏まえつつ、ダナンでは屈指のパワースポットとして有名でございます。こんな感じで塔や寺院が数多くありまして、さらに後でご紹介しますけれども、神秘的な洞窟や山頂からの景色を楽しむことができますので、午前中をたっぷり使って回るのがおすすめになっています。私の場合は先ほどご紹介しました PCR 検査を朝に受けて、こちらのマーブルマウンテンに訪れて、その後朝に受けた PCR 検査は昼の3時以降に受け取れるということでございましたので、また3時に訪れましたと。ぜひ皆さんもそういったルートを参考にしていただければなと思っています。そしてマーブルマウンテンを訪れる際に知っておいていただきたいエピソードが一つありまして、それは西遊記という物語にまつわるエピソードでございます。西遊記の中では暴れん坊の孫悟空をお釈迦様が500年間ずっと閉じ込めたという伝説があります。物語は山に閉じ込められた孫悟空を三蔵法師が助けるところから始まりますので、欠かせない聖地になっています。この至るところにある自然あふれる様子とか、あとはこちらですね、バンチョン洞窟と呼ばれるところなんですけども、天井から差し込む光がめちゃくちゃ神秘的になっていまして、たくさんの観光客の方々がここの洞窟で撮影をされているような様子がとても印象的でございました。私自身もこのスポットライトっぽいような差し込む光を利用して写真を撮らせていただきました。実はですね、こちらベトナム戦争の激戦区だったこちらダナンにおける隠れ家になっていたということでございまして、その戦火において米軍の爆撃によってできたのがこちらの天井の穴だということでございまして、そういった意味でも歴史的にめちゃくちゃ重要な空間になっています。こちらの動画を通しても伝わるかと思うんですけども、実際に目で見て体験していただきますと、また違った神秘的な雰囲気を味わうことができるかと思いますので、ぜひ軽めの山登りとして体験していただければなと思います。今回のダナン旅行では、基本的にグラブを使って移動することが多いので、足腰にそこまで負担かかんないんですけども、唯一ここのマーブルマウンテンのみは結構山登り的要素もありますので、足腰に不安がある方は十分にご注意いただきながら訪れてほしいなと思っています。外国人の方々ですと普通にサンダルとかで訪れている方もいたんですけども、できればスニーカーで訪れていただくのがとてもいいかなと思います。続いてはザ・インスタ映えなストリートアートが楽しめますダナンフレスコビレッジというところをご紹介します。こちらは2018年にオープンして新たな観光名所として注目されている場所でございます。この後ご紹介します半市場の近くにありますので、ローカル感あふれる空間になっています。この路地の中にはローカルの屋台やお土産屋さんがありまして、住宅街の中にありますので、現地で生活している方々の様子を見ることができるのも魅力の一つになっています。もちろんそこで生活している人のプライバシーもありますので、そのあたりは配慮しつつ撮影をしてみてください。ちなみにライトなどの装飾がないので、訪れる場合は昼間の時間帯を狙うようにしていただけるととてもいいかなと思います。こちらのフレスコ画は50名のアーティストとダナン青年協会のメンバーによって描かれていまして、ベトナムの文化や自然、現地の人々の暮らしなどがテーマになっているということでございます。続いてはベトナムダナンの中心部でひときわ存在感を放っていますこちらのダナン大聖堂でございます。チャンフー通りの一角、パステルピンクの色が印象的なこちらの教会は1923年にルイ・バレー牧師のもと建設されたカトリック教会になっています。フランス統治時代のベトナムダナンで唯一建てられた教会ということでございまして、地元信者が集うとともに人気の観光スポットの一つになっています。ゴシック様式の教会は塔の先端に鶏の像が飾られていることから、慶教会との愛称でも親しまれているということでございます。ちょっとこちらの動画では角度的に見ることができなかったので遠くから映している様子なんですけれども、こちらの塔の先端には鶏の像が飾られているということでございます。日曜日を中心に行われるミサの時間は内部も開放されるということでございますので、タイミングが合えばその時間も狙ってみてください。さらにこちら中庭にはルルドの泉で知られていますフランスルルドのものを参考にしたという美しいマリア像が飾られていますので、ぜひこちらも確認してみてください。
続いてはここダナンで最も有名なスポットの一つであります半市場をご紹介します。こちらは2階建てのスポットになっていまして、大きく分けると3つのエリアに分かれています。1階は食料品や雑貨を売るエリアとローカルフードを味わえる魚介の市場エリアがありまして、2階は青材やシューズなどを含む衣類のエリアになっています。こんな形で1階の様子はですね、めちゃくちゃゴミゴミしてる感じプラス、ドリアンなどのパッションフルーツや乾き物の匂いが結構強烈だったりしますので、苦手な方はここはさらっと通り過ぎていただいて2階に避難していただくととてもいいかなと思います。こちら1階の階段の途中から2階と1階の様子を映してるんですけど、めちゃくちゃ広い様子で、かつたくさんの商品が詰め込まれているような様子が伺えるかなと思っています。イメージ的には誇張しすぎたドン・キホーテみたいな感じで、とにかく商品が積み上がっているところが特徴になっているかなといったところでございます。で、こちら2階に登っていただきますと、青材のオーダーメイドができる場所もありまして、青材というのは清掃としても着用するベトナムの民族衣装でございまして、男性はちょっと使わないかと思うんですけども、女性の方はこちらを着ていただいて、フォトジェニックな写真を撮っていただいているというところもおすすめかなと思っています。なので、特に女性の方は旅の思い出として1着買ってみるといいかなと思っています。値段は1500円から3000円程度でございまして、値切り交渉も応じてくれますので、ユニクロの T シャツと同じくらいの価格感で買えるかなと思っています。で、青材はオーダーメイドをする際に採寸していただいて、2時間ぐらいで作成していただくことができるということで、さらにお直しも無料だということでございます。作成時間の間は、先ほどのウォールアートを楽しみつつ、帰ってきてから受け取るというのもありですし、半市場の周辺のローカルフードを楽しんでから受け取って、その後にウォールアートというのもおすすめなコースかなと思っています。フルーツのコーナーとか、あと乾き物のコーナーがですね、もうめちゃくちゃ匂いが強烈でございますが、この辺の様子を撮っていただくのが、特にベトナムのダナンに来たぞって感じを味わうことができますので、ぜひ一度は訪れてほしいなと思っています。カゴバッグや帽子などはめちゃくちゃ味があって素敵なので、自分用にはもちろんですけれども、お土産にも活用いただきたいなというところでございます。続いてご紹介しますのは、ダナンで一番有名なビーチであります、こちらミーケビーチでございます。ダナンの雨季は9月から1月までということでございまして、ビーチアクティビティをされたい方は、こちらのミーケビーチ、5月から8月に訪れていただくのがおすすめだということでございます。めちゃくちゃ絶景でおすすめなんですけれども、遊泳可能な時期はめちゃくちゃ暑いので、現地の方でも早朝かこちらの今映していますような日没を狙って遊泳しているということでございます。今回の映像は日没付近になっていますので、ぜひこの映像を参考にしていただきつつ、逆算して旅の計画を立てていただくととてもいいかなと思っています。こちらのミーケビーチ、冒頭でご紹介した半側を挟んで、東側のエリアにありまして、更衣室等はないので、西側のエリアに宿泊されている方は、ホテルで着替えていただいて、グラブで訪れていただいて、着替えを持っていただいた上で伺ってほしいなと思っています。ちなみに私自身は着替え用のズボンを忘れてしまって水着のままでグラブの乗車拒否を食らってしまったので、ホテルまでミーケビーチから1時間ぐらい歩く羽目になってしまったので、ぜひですねご注意いただきたいなと思っています。ただビーチ沿いはシーフードレストラン等もありまして、こんな形で屋台の車もいくつか走ってますので、ご飯を食べながらゆっくりと水着が乾くのを待つというのもありかもしれません。こういった形でまさにダナン、ホイヤのイメージをされるようなランタンが飾られたような雰囲気もとても抜群になっているかなと思っていますし、こちらミーケビーチにはおしゃれなオブジェや看板、カラフルな監視台などインスタ映えなスポットが点在していまして、綺麗なビーチをバックに写真撮影を楽しめるというところも魅力の一つになっています。ビーチパラソルのエリアもありまして、こちらも借りていただくことができますのでおすすめですし、私自身一番好きなのはこのダナンと書かれたビーチをバックに撮れるようなアートになっています。ちょうどシーズンだったので私自身も海に入ってみたんですけども、想像以上に暖かくてまるで温水プールに入っているような感覚になっていました。こういった時に完全防水の GoPro はめちゃくちゃおすすめかなと思いますので、ぜひですね旅用に皆さんも GoPro をご活用ください。そして最後はこちらロン橋とソンチャナイトマーケットをご紹介します。今映していますのはロン橋の近くにありますダナンのマーライオンとも呼ばれている鯉の滝登り像でございます。そしてこちらがロン橋と呼ばれる橋ですね。でさらにご紹介したいのがこちら同じくロン橋の近くにありますソンチャナイトマーケットでございます。こちら巨大なゲートの内側には約170店舗が集まっていまして、雑貨や乾き物、そして庶民的なベトナム料理やスイーツまでが勢ぞろいしています。こんな形で鮮度のいい魚介のバーベキューは特におすすめだということでございますけれども、お腹に自信がない方は注意いただきたいなと思っています。
私自身もお腹を結構下しやすいタイプなので、今回は海鮮を我慢し、焼き物の豚肉串を頼みました。こちらでございますね。こちらも十分美味しかったですし、まさにビールとぴったりなので、ぜひですね、皆さんもビールを買っていただいて、フードも一緒に食べていただきたいなと思っています。で、こんな感じで、ロールアイスみたいなのもありますので、ぜひですね、試していただきたいなというところでございますし、ビールはこんな形で、ラルービールとタイガービールですかね。その他にもサイゴンビールとかもありますので、いろんな種類を試してほしいなというところでございます。そしてこちらがダナンを代表する新観光スポットの一つになっていますロン橋でございます。ロンというのは竜を意味していまして、ロン橋イコールドラゴン橋と呼ぶこともできるかなと思っています。竜が水面を泳ぐ様がデザインされていまして、こちら今映しています毎週金土日の午後9時から10分間開催されますドラゴンの口から火と水を吹くパフォーマンスを見ることができますので、ぜひ皆さんもこのタイミングに訪れてほしいなと思っています。なんとですね、めちゃくちゃタイミングが良くて、私今回の旅では土曜日の夜に出発する予定だったんですけども、たまたまこの7月29日から金曜日も開催することになったとお土産屋さんからお伺いしまして、このパフォーマンスを見ることができました。金土日のどこかでダナンに立ち寄る予定がありましたら、こちらのドラゴン橋の予定は組み込んでいただいて、このパフォーマンスを見ていただきたいなと思ってます。以上、今回はベトナムダナンの注目スポット8選をご紹介させていただきました。今回の旅ではホイアンも訪れていますし、ダナンの新テーマパークでありますサンワールドだったりとか、今回泊まりましたヒルトンダナン、他にはお土産屋さんのおすすめとか、もちろんカフェ情報やグルメ情報も凝縮してお届けする予定ですので、気になった方はこちらのチャンネル登録をしてお待ちいただければなと思っています。全部で9回に分けて動画をお届けする予定でございますので、約1週間に1本ずつぐらいお届けできればなという意気込みでございます。他にも元々のチャンネルのコンセプトであります日常を少し豊かにするような情報を日本国内からお届けしますので、そちらも気になる方はぜひチェックしていただきたいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。